日本に帰りたいけど、日本に帰るまでの工程がめんどくさすぎる。もう。というわけで今回は、カタールエアウェイズを使ってドーハ経由、私の住んでる町からマドリードまでまず電車で2、3時間で、それからマドリードからドーハまで飛行機で6時間半で2時間半の乗り継ぎがあって9時間半の飛行機乗ってでそこから飛行機から家まで2、3時間かかってもおかしくないんだけど、今回はパパが迎えに来てくれることになりました。ありがとうパパ。夜中の1時に着くから姉が東京の中心の方に住んでるので姉の家までタクシーで行ってそこでって思ってたんだけど、パパが次の日多分午前半休を取って迎えに来てくれることになった。優しい。頼んでないんだよ。全然頼んでないんだけど、いいよ迎えに行っているよって。しかもその晩の夕飯に何が食べたいかも私が作った食べたいもののリストの中から里芋の煮っころがしとチンジャオロースを選んで作ってくれてるし、ママはクリスマスだから紅茶パウンドケーキを作ってくれてます。ありがとう。というわけでパッキングしていきます。靴日本からこっちから日本に行くときはなるべく中身を少なく分量をたくさん開けておくことで日本から帰ってくるときにたくさん食べ物とか日本のやっぱりね生理用品とか化粧水とかは私は日本のが好きなので日本で毎回買っています。今回お土産を買ったんですね、スペインから。あんまり買うタイプじゃないんだけど、なんかふと気づいたの。私毎回その高校の4人の友達に私含めて4人の女友達には毎回会うんだけど、ふと一度もお土産渡したことないって気づいて、なんかやばいなと思ったので買うことにしました。なんかね、お土産買うっていう文化があんまりないんですよね、私にとっては。なんか親とかも昔からそんなもったいない、結局ね、どこでも買えるようなものじゃん、オンラインとかで。だから、いらないいらないって言われてたんだけど、まあ、いいじゃんってことでね、買いました。終わった。洋服入れた。靴入れた。終わりました。もういっか。手荷物を詰めていきます。今は1時間くらい前です。まず、絶対忘れちゃいけないのがパスポート。で、もう一つ大切なのが、在留カードですね。在留カード。これだけあれば、入国、出国は問題ないので、もうそれだけ、に頭を絞る。それ以上いろいろ考えると心配になってしまうので、それだけあれば大丈夫。で、それから、Kindle。今、本をたくさん入ったかな。今ね、読んでる漫画があって、豆吉豆子さんっていう方の漫画なんだけど、4コマ漫画で、この人、元ニートなので、その、自分の生活を、漫画に書いてるんだけどね、なんかね、面白いし、働くな、そんなに頑張らなくてもいいのかって思えるので、すごいおすすめです。豆吉豆子さん。はい。で、次に大切なのがこのバッグ。この中に飛行機で必要なものを全部入れています。例えば一応ゴミ袋。
日本人っぽいでしょ。それからコンタクトレンズ外したらこの中に入れて、あとこれも大好き。これ日本に行ったら必ず買うんですけれども、あとお土産にも買うんだけど、ホットアイマスクね。これ開いたら暖かくなって、ラベンダーの香りがして、飛行機でご飯食べた後、これ使ってもう、カーって寝る。それから化粧水一応顔洗ったりするので、で、あとはコンタクト外した後用のメガネと、あとね、これ忘れちゃいけないよね。最近 iPhone って、この USB-C なのかな？ C タイプなんだけど、普段充電するときは、飛行機の中はまだこの USB タイプが多いので、一回忘れて、あんなに Netflix とかダウンロードしたのに、あんまり見れなくて結構しんどかったことがありました。コンタクトレンズと、あとイヤプラグですね。耳栓。これ大切です、私にとっては。こんぐらいかな。OK。じゃあ、お昼ご飯を食べて、出発しますかな。今乗り継ぎでカタールのドーハにいます。で、ここまでは6時間ぐらいのフライトで、もう寝て起きたら着いてたんですけど、機内食も1回しか出なくて、なんか機内食直後ってトイレとか混んでるから、混み終わったら歯磨きとかしに行こうと思って、一旦寝ようと思って寝たらもう着いてました。で、ここからがちょっと心配なんですけど、というのも、ドーハからマドリードまで9時間半、ドーハから東京まで9時間半で、飛行機のチケットを買ったのがカタールエアウェイズで買って、で、1本目がカタールなんだけど、2本目が、JAL によって運航されているっていうやつなので、そういう時って座席指定できないんですね、チェックインの時に。だからランダムで割り当てられた座席が一番後ろの真ん中4列席の通路側から2番目っていう、もう最悪な位置で、めんどくさ。私、人を起こしたりするのは嫌いだし、やっぱり両側に人いると狭いじゃないですか。私の体は小さいとはいえ、やっぱりなんか腕当たったりとか、もうなんか寝ちゃったりして首横になったらぶつかるとかね。だからゲートで変えられるか確認してみたんですけれども、なんと満席らしいです。今12月25日で東京行きの飛行機が満席。みんな何してるんだろうね。旅行かな。でも日本に帰るんだもんね。日本に行く外国人は少ない感じだけど、なんか日本人たくさんいるし、団体の学生とかもいて、こんな時に飛行機乗らないでよとか、私もその一員だけど、でも9時間半、そんなに悪くもない。12時間とかだったらないって感じだけど、9時間半だから頑張る。で、終わったらお父さんが迎えに来てくれてるから、でもう一つちょっとトラブルがあったんだけど、私12月24日にスペインを出て、12月25の朝に日本に着くと思って、でお父さんもそれに合わせて有給とか取っててくれてたのね、迎えに来るために。そしたらなんと12月26日の勘違いでした。そりゃそうだよね。乗り継ぎ合わせてドアトゥードアで全部で30時間ぐらいかかるので、そりゃ12月24日に出て25に着かないもんね。で、25に着くなら、その日は東京の実家で寝て、次の日おばあちゃん家に行く予定だと思ってたんだけど、なんと、着いて
朝26日の朝1時くらいに着いて、その日の朝9時におばあちゃん家にもう行くっていう予定らしいです。ハード。でもおばあちゃん家行ったら休むだけなので、運転もね私はしなくていいのでありがたいなということで、ゆっくりしていきます。パピーが迎えに来てくれた。